皆さんこんばんは、なくまです。今回は東京ドームの参戦動画を撮っていこうと思ってるんですけど、その前にサンシャインで行われてたスタンプラリーにも参加したので、そこの紹介をしてから東京ドームの参戦動画に移ろうと思います。はい。で、まずサンシャインで購入したものなんですけど、サンシャイン内にあるタワーレコードで購入して1000円ごとにステッカーがもらえるってやつをやったんですけど、スターキスのアルバムを買おうと思ったらもう売り切れていまして、このスイートミラージュのコンサート DVD を持ってなかったので、これを購入しました。これをもう見たんですけど、いやー、みんな若いし、スイートミラージュもいいですね。この時私はTYT は知ってたんですけど、コンサートに参戦はしていなかったので初めて見ました。じゃん。で、これが中に入ってたやつです。クリアトレカですね。この時ももうみんな今よりも幼くてあどけなくて可愛かったです。これ持ってる方が多いのかな。じゃん。うわわ可愛い可愛い。みんな今よりちょっとひょろってしててそれもそれで可愛かったです。これもこんな感じです。めっちゃ可愛かったです。はい。で、これがですね、埼玉スーパーアリーナと京セラドームでの公演の2公演も入ってるので、ちょっとお値段がしまして、でてっきり上限があるもんだと思って買ったんですけど、1000円ごとに1枚だったので結構な枚数をいただいちゃいました。じゃーん、見てください。東京のプルバトのステッカーです。このクレープに包まれてるのめっちゃ可愛くて欲しかったのでできてよかったです。はい。で、結構オクラの妹とかにもあげたので、これが全数じゃないんですけど、でも結構もうこれは大事にファイルにしまいたいなって思ってます。で、これなんですけど、ビハインドステッカー、これ前回のワクトプロミスですかね、いつのだろうのビハインドステッカーになるんですけど、これはサンシャインの展望台にあるカフェで購入したらもらえたやつです。で、これビハインドステッカーを集めるみたいなイベントがあるじゃないですか。それもちょっと参加したいので、ファイルとか購入できたらしたいなって思ってます。じゃん。最近参戦バッグの中身紹介とかやってなかったので、久しぶりにやりたいと思います。はい。で、今回この外側に入れるやつはこういう感じにしてみました。バムグと、これはベルナドームでモアゾーンで地引きしたバムギトレカと、あとここら辺ガチャのやつとか気に入ってるやつを入れてみました。ちょっと今回外側はシンプルにしました。で、中はペンライト、お財布ポーチ、あとチケットですね。チケットと身分証とモバイルバッテリー、電池、コード、ティッシュとかウェットティッシュとか、エコバッグ、ペンも一応入れとこうか。ペンって感じです。で、今回はちょこっとだけソンブル用意したので、もしタイミングがあって渡せる人がいたらいいなと思ってちょっとだけ準備したのと、
はい、でこのファイルトレカのファイル一応持ってくんですけど、もしお会いできた方いたらこれと一緒になんか1枚好きなのを選んでもらおうかなと思ってこっちは公式トレカ入れてます。そんな大したものないんですけど、あとこれはこっち非公式のなんかおまけみたいなのつけてるんですけど、こういうのを持っていこうかなって思ってます。こんな感じかな。こっちの青いバッグの方は中身はこんな感じです。あとはこれは当日肩から下げようと思ってるうちわと、あとこっちのサブバッグ、ちょっとサブバッグまだちょっと仮なんですけど、このアクトプロミスエピソード2のアップグレ特典のこのバッグに今回ちょっと2日間ともアリーナなので、このこれちょっとあれですけどボムギュっていうやつとか、あといろいろこういうペンサボードを入れていこうかなって思ってます。でもこれあれなんですよ、うちわが入らないので、このサブバッグにちょっとこれうちわが入る大きさのものに変えるかはちょっと今検討中です。で今さらっと2日間ともありなんてお話をしたんですけど、なんとアップグレじゃない日オクラが当選したんですけど、ファンクラブ一時当選で、オクラの名義が毎回強くて、もう毎回発見してもらってるんですよ、オクラの名義で。で今回アップグレ外れちゃったので、なんかついに名義も尽きたかとか言って話してたんですけど、そしたらまさかの FC 一時当選のアリーナ A ブロックでって思って、もう2日間ともアリーナ行ってきます。ちょっともう浮かれすぎててやばいです、本当に。でもアリーナの A ブロックでも一番端なので、よく見えるかはちょっと分かんないんですけど、もうトロッコを楽しみに1日目は行きたいと思ってます。で2日目はアリーナでアップグレなんですけど、そうメインステージよりかはセンターステージよりの席なので、ちょっとどう見えるかはちょっと楽しみなんですけど、これからがはいということで楽しんでいきたいと思います。行ってきます。せーの。相手がもとよど
운동동이 모두 빨간색으로 바뀌었나요?東京ドーム2日間参戦してきました。ちょっと今回もう本当に良すぎて、もう語りたいことがたくさんあるので、ぜひ皆さんお付き合いください。いや本当にどこからどう話したらいいかちょっと分かんないぐらいなんですけど、あとすいません、ちょっと喉がちょっと動画でちょっと伝わるか分かんないですけど東京ドーム2日間叫びまくった結果、ちょっと声がかすれているので、ちょっと聞き取りづらかったらすいません。ちょっと2日ぐらい経ったんですけど、全然治らなくてちょっとこのまま風邪ひかないように気をつけないといけないなっていうのがあるんですけど、すいません。はいそれぐらい本当に良かったです。はい、今回あんまり会場で動画が撮れなくて、会場の様子の動画が少ないと思うんですけど、すいません。ちょっと今回はオクラと妹と3人で2日間とも参戦してたので、ちょっとこうバタバタしててあまりちょっと撮れなくてすいません。まず東京ドームでゲットしたものから紹介していきたいと思います。はい、ではまずガチャの紹介からしたいんですけど、これじゃんじゃん今回主任会のガチャもちょっと全部揃えたくて追加で回してきました。でこの2個はオクラからもらったやつですお母さんも一応主任ペンなので、お母さんにもあげられるように多めになってます。はい、でボムギュのは前回のベルーナで今ここにあるのと、あとここにあるもの全部揃えてあるので、今回はボムギュの交換は特に探さずに行ったんですけど、こんな感じ。はいという感じです。で次の購入品がこちらじゃん、メモリアルスリーブファイル、これを購入しました。でこれだけどうしても欲しくて、でほんと3時あたりに2日間ともメンバーシップ特典の受け取りを予約してたんですけど、3時に行っても絶対ないと思って、ちょっと初日だけこの一人で早く行って会場にでこれだけ買って、で一回戻って、でオクラたちと合流してまた来たって感じなんですけど、もう早く行ってよかった。これなんか売り切れてたみたいで2日間とも早めに。でじゃん、見てください、めっちゃ可愛い。これめっちゃ可愛い。なんかヨンジュンとスビンが出たんですけど、オムギとヒュニン会に公開してもらいました。嬉しい。もう秒で決まりました。ありがとうございます。このメモリアルスリーブファイルなんですけど、こう開いたらなんかこういう感じで横にこう開くような感じ、なんか無印ではこういうの売ってますよね。なんかこういう感じ、それになんかこの可愛い表紙がついたみたいな感じのデザインです。本当に可愛すぎて本当に良かった。はい、で次は当日受け取りのピックアップブースで予約できるグッズを買ったものを紹介します。グッズはそんな買わなかったんですけど、一つはこのフムニャリンの雪だるま、これずっとカゴに入れたり出したりしてずっと買いたかったんですけど、なんか送料を含めると結構高くなっちゃうんで諦めてたやつが、まさか東京ドームの現地で売るってお知らせが来て、もう絶対買わなきゃと思って買いました。で本当はバムグも一緒に買うつもりだったんですけど、他の商品カートに入れてる間にバムグなくなっちゃって、
で2日目にバムグリベンジしようと思ってたんですけど、すっかり販売時間を忘れてて買えなくてまあでもバムグはたくさん持っているので、とりあえずバムニャリンゲットできてよかったなって思ってます。とあと東京会場から販売されたバージョン2のチェキを3つ購入しました。でこれあれなんですよ、多分動画撮ったと思うんですけど、スビン、テヒョン、ヒュニン会出て、でスビンとテヒョンを交換してもらいました。やったー、現地で交換決まったんです。すごい嬉しかった。てかこの衣装のチェキめっちゃかっこよくないですか。でこれもかわいい、トゥモローグッズのやつかな、着ててめっちゃ可愛くて、でこっちの衣装の方を弾けたのめっちゃ嬉しかったです。はい、相変わらずボムキは全然自引きできないんですけど、でもゲットできてよかったです。本当にこれ可愛すぎる。はい、ではちょっとまだ紹介できてないものもあるんですけど、片付けながらレポを語っていきたいと思います。はい、まずは1日目の座席は、1日目は FC 一次当選でアップグレではなかったんですけど、1日目の座席なんと A の19ブロックアリーナのトロコが通る通路側から3席目だったんです。本当にオクラが当ててくれて、そのアリーナの席を本当にありがとうって感じで、今回私自名義で何も発見してないんですよなので今回はオクラとオクラの妹におんぶに抱っこって感じなんですけどでも本当に当ててくれてありがとうって感じで、もうそれがもうすっごい、もう登場するところからもうバッチリもう見えて、なんか A の19ブロックって本当に右端なんですよ。一番端のブロックで、なんでもうモニターの横からこうトロコが出るところ、カーテンがパッて開くところから見えてもう本当にかっこよかった。近すぎました。でもうその時1日目はスビンとテヒョンとヒュニン会がこう最初に右側から出てきて、その3人が出てきてくれたんですけど、本当にもうなんかちゃんと人間なんだって思ってちょっともう神聖化しすぎてて、もうなんかちゃんと同じ人間なんだって改めて思いました。どういう感想だよって感じだと思うんですけどあれ待って、このメモリアルスリーブファイルのトレカ、これあれかも、私が使っているバインダーのリフィルに入らない大きさかもしれない。でなんか今回アリーナって分かった時点で3人でペンサボードを用意してたんですよ。こうファンサボードみたいなやつで、私はずっとこの2日間ずっと同じボードを掲げてたんですよ。でそのボードをちょっと見せますね。ちょっと私このボードをスタンド仕様で作ってたので超でかくてじゃん、ちょっと映りきるかわかんないぐらいでかい、このカチハートヘジョっていうこのボードをこう掲げて、ずっとこのポーズをしてこうトロッコを見守ってたんですよ。で最初こう目の前通り過ぎた時はなんかまあ見られないよなと思って反応されなかったんですけど、なんかこうトロッコが過ぎていって、なんかヒュニンだけこっちまだ見てたんですよ。で周りの子たちみんなボード下げてきちゃってて、でもしかして今チャンスと思ってボード掲げながらずっとこれで待ってたら、ヒュニンがこうやってくれて、でウィンクしてくれたんですよ。もうかっこよすぎて、でもうその瞬間をオクラの妹もちょうど見てくれてて、よかったねとかって言いながら、もうちょっともうやばかったです。バッチリと1日目ファンサもらいました。で1日目はこんな感じでトロッコは
終わりました。で2回目にそのアンコールの時にボムギとかヨンジュンとかがこう前に出てきた時はなんかボムギもヨンジュンもファンサするっていうよりかはもうなんかもうずっと眺めてたような感じで、まあ視界には入れたんじゃないかなって思いながら、まあ過ぎ去っていきました。で実際公演は肉眼ではちょっと見えなくってモニターずっと見てるような感じで、特にステージの奥でやってる時は全く姿が見えなかったので、その時はもう完全にモニター頼りっていう感じだったんですけど、はい、でもなんか端までこう走ってきてくれる時は、見えたのでその時にすごいなんか嬉しかったです。なかなかでもメンステで端の方に行く時って少ないじゃないですか。そんなに肉眼で見えたのは本当にトロッコぐらいですね。では2日目です。2日目はアップグレだったので、もちろん追加料金払ってるのでこうセンターステージとかメインステージ側だったんですけど、メインステージがあってでセンターステージがあってで通路があって、で私この通路とセンターステージこう T 字路のここら辺にいたんですよでもここも行ったり来たりっていうのがもう全部見えてて、本当にもうメンバーを踊りとかパフォーマンスを間近で感じられて、もうすっごく幸せでした。でも本当に良すぎて、特に通路を使ってパフォーマンスする時あるじゃないですか。その時も本当に近すぎてやばかったです。私個人的に超嬉しかったのがボムギのパニックを通路の途中で立ち止まって歌うじゃないですか。あの時めちゃめちゃ近くて本当にもう涙が出そうになって、本当に良かったです。本当に、でなんかそのパニックの時にこうパラパラとクローバーのこの落物がこう回ってるんですけど、これがもうそれもすっごい綺麗で幻想的で、もう本当にボムギュの世界観がめちゃめちゃすごくて、本当に改めて惚れ直しましたかっこよすぎました。ちょっと語彙力なくてすいません。でも本当にみんなのソロのステージが特に良かったんですけど、であと私非認会のソロステージが本当に好きすぎる。あれ本当に嫌いな人誰もいないと思うんですけど、なんか特になんか東京ドームなんかさらになんかこう色気が増してたというかすごいダンスウィズユーがすごく良かったです。でもう会場の声援もすごくて、ダンスウィズユーの時にいや分かるよって思いながら私も悲鳴を上げてた一人だったんですけど、もうすごい良かった。てかもう近すぎるせいか普段叫ばない名前も叫んでました。ボンヤーとかカイとか言ってめっちゃ叫んでましたで当日私このピンを髪の毛にこうつけてたんですよ。なんで一応両方押してるよっていうのを分かりやすいようにしていきました見えてないと思うけどでもう本当にもう全員本当にパフォーマンス良かったんですけど、特にそのソロステージ、推しのソロステージが本当にもう本当に脳裏に焼き付くぐらい良くて感動しました。いやでもちょっと私の席の周りの人たちがこうスタイルがいい方たちが多くて背が高い方が多かったので、ちょっと見えづらい時もあったんですけど、それでももう文句言っちゃいけないぐらい近くて本当にありがたかったです。私絶対今日泣くなって思ってたんですよ。アップグレの日絶対泣くって思って、でも案の定星の歌で号泣でした。もうなんか
幻想的すぎて、なんかみんなが本当に星になっちゃうんじゃないかってぐらい、そのままなんか星に帰ってしまうんじゃないかってぐらい、もうこれ言ったらオクラたちにすごい笑われたんですけどすごい幻想的で、もう綺麗すぎて、もう本当に号泣でした本当に良すぎました。いやもうなんか現実に戻れなくて、本当に星の歌良すぎて。で、メインステージでほぼほぼパフォーマンスするじゃないですか今回で。センターステージ、メインステージ、通路全部使うのってアンコールですよね。アンコールがめっちゃ忙しくてセンステにもメンバーいるし、通路にもメンバーいるし、メンステにもメンバーいるしっていうので、目がいくつあっても足りないぐらい、こうもう左右をこう前と横と後ろと全部首を回しながら頑張って見てたんですけど、もう結構結構大変でした。あ、ちょっと話前後して申し訳ないんですけど、ユニのオレンジハイキューの主題歌、あれめっちゃかっこよかった。めっちゃかっこよかったです。しかも2日間ともありがたかった。で、なんかその時もヒニンがセンステで歌ってて、で他のメンバーが通路の真ん中に座ってこう応援してたじゃないですか。その通路に座ってるところがめっちゃ近くてでもそっちも見たいけど、でもヒュニも見たいしっていうのですっごい忙しかったどっち見ようみたいな。でも今はヒュニ歌ってるからヒュニの方見ようって思って、ちょっとグッと他のメンバー見るのをこらえて、そのヒュニンが歌ってるところをこうずっと見てたんですけど、もう本当にかっこよすぎました。で、なんか来てたみたいですよね、そのバンドの方が。本人の目の前で披露するってすごいことだと思うので、しっかりかっこいいとこ見せつけてました。かっこよかった。もうなんか話が前後しすぎて申し訳ないで、アンコールの話に戻りますね。で、アンコールの時アンコールの時こそもうメンバーがこうファンサタイムみたいなムーブに突入するじゃないですか。もうファンサ今からしますよみたいな感じで、私たちの方に割とヒュニンとか、あとボムギュとかテヒョンとか、あとヨンジュンもかな、よく来てて、でスビンだけがちょっとこっち側にあんま来なくて、ちょっとスビンの感想が少ないかもしれないんですけど、今回そのめっちゃアフグレのツールが近い側に入ってみて思ったのが、メンバーによってファンサの仕方というかする具合というか程度がやっぱ全然違うなって思いましたやっぱもうヒュニンはもうファンサの神様っていうぐらい、もうずっともう何このなんか中国のこうモデルさんがこうカシャ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 みたいな感じでポーズ決めてこう撮るやつあるじゃないですか。あれぐらいもうなんかもうこうなんかもうずっとこうなんかやっててすごーって思ってっていうぐらいもうまんべんなくみんなに反射してましたね。でテヒョンも王子様みたいな皇室のもう貴族様みたいな感じで堂々と歩きながらこうなんかこう丁寧にこう反射しててそれもなんかめっちゃテヒョンらしくてかっこいいなって思って、ボムギはこうなんかやっぱはしゃぐ方が多くて、ファンサーっていうよりかもう自分もはしゃいで楽しんでみたいな感じだったんで、もうその姿をもう微笑ましく見るみたいな感じで、スビンも多分たくさんファンサしてたと思うんですよ。ごめんなさい、全然スビン見れなくてあんまこっちが来なくてちょっとレポが少ないかもしれないです。
であとヨンジュンはずっと踊ってる一人でずっと踊ってるもうなんかモアが一生懸命ヨンジュン来たらヨンジュンって言ってめっちゃ呼びかけるのに、もうヨンジュンはずっと曲に乗ってこう踊っててで踊りながらこうハートしたりとかなんかヨンジュンらしいなって思いながら見てました本当に踊りと音楽が好きなんだろうなっていう感じでめっちゃ可愛かったです。あれなんですよ、ファンサボードを掲げてたんですけど、やっぱ前の方がすごいスタイル良くて見えなかったっていうのもあって、あんまりこう期待せずに、でも主張はしてボード掲げてて、さっき見せたハートしてくださいってやつを掲げてたんですけど、そうなんかこう気づかれないだろうなと思いながらも一生懸命主張して、でその前の背の高い方のこの横からこう見えるようにこう頑張って、でも顔より上げずに、顔の高さより上げずにちゃんと やったんですけど、もうそれの頑張った甲斐があってか、ヒュニンにまた気づいてもらえて反省してもらったんです。本当に天使、マジ天使で、しかもその時にこうアンコールなんで、もうみんなこう推しの方に顔が向いてるんですよ。でなんかヨンジュンがどっかにいて、でボムギも近くにいたのかなっていう感じで、意外とこう穴場スポットみたいな感じで、私はもうヒュニンかボムギ見たかったんでそっちの方見てたんですけど、よし今だって思って思いっきりカイーって叫んだら、こっち見てくれて、でこうハートしてなんかハートフーみたいな感じでやってくれて、もう本当に天使だった。本当に天使だった。本当にかっこよかったです。でしかも周りのモアさんにもなんかよかったですねみたいな感じで言ってもらって、本当にありがとうございますみたいなもうなんかもう周りもうみんな一緒に受けましたファンサーとか言いながらなんかもう一緒に盛り上がってくれたモアさんにも本当に感謝なんですけど、もう頑張って叫んだ甲斐があった。でそのちょっと後にオクラがテヒョンからこうファンサーもらってたんですけど、私はオクラがファンサーもらってる姿しかちょっとちゃんと記憶にないんですけど、オクラが言うにはその前にも私にファンサーしてたって言ってて、それもう見逃したって思って、もうテヒョンからもテヒョンごめんって感じなんですけど、ちょっと見逃してました。申し訳ない。本当にもうでも嬉しすぎる。もうその事実があっただけでもう嬉しすぎます。でボムギュがちょっと確信ではないんですけど、そうだったらいいなレベルではあるんですけど、その公式のインスタに載ってるボムギュがこうファンサしてる動画見た時に、あれこれ私の目の前でやってくれてたなっていうのが一個あって、でやっぱこのハートなんですけど、でもハートみんなこうボード掲げてると思うんで、私だけじゃないと思うんで分かんないんですけど、私は右手を掲げてて、でボムギュがこう左手でこうやってくれたんですけど、こういう感じになったんですね。こうじゃなくてこう遠くへ見た時こうなったんですね。なんでこれ私じゃないやって思って、なんか目線合ってた気がするけど私じゃないやって思って、ちょっと残念って思ってたんですけど、いや別によくよく見たらボムギュ右手にマイク持ってて、それはそうなんですけど、いやそんな持ち帰ることないよなと思って、そのみんなにファンサしなきゃいけないのにっていうので、ちょっとやってくれたんじゃないかなっていううっすらこの期待と思い込みを持ってちょっと記憶をもう私にやってくれたんじゃないかって思い込んでおこうかなって思ってますでも本当にこう自分が幸せになるだけなので、本当に私かどうかは分かんなくて、私じゃなくても思い込むのが幸せなので今の話はまた変なこと言ってるよくらいに思っといてくださいこ
今回の動画結構レポ多めなので苦手な方いたら申し訳ないです。でもちょっとこの気持ちを共有したくてすいませんはい、で今回の公演はこんな感じです。なんか話し忘れてるものとか結構ありそうなんですけど、一旦思いつくのはこれぐらいなのでここまでにしときます。はい、で落下物拾えたんですけど、私がいた席まではこう降ってこなかったんですけど、終演後にちょっと取りに行かせてもらって金手を取りました。こっち側からの方がいいか。ソビン、おばあちゃん約束を叶えさせてくれてありがとうってこと離れていても一緒だよモアってヨンジュンと、たくさんのモアの光を見られて嬉しかったよ、今日の景色忘れないボムキュン、モア会えて幸せだったよ、明日も会いたいなってデヒョンいつもたくさんの愛をありがとう、明日も明後日もずっと一緒にいようねっての9人会、もうみんなメッセージ良すぎます。でこれもここら辺はこの星は落下物一緒に金手と拾いに行かせてもらって、ちょっとテヒョンだけがないんですけど一通りもらいました。であとこのクローバーとかは降ってきたやつです。なんか空中キャッチしようと頑張ってたんですけど全然取れなくて、でダメだったとかって思ったら椅子とかカバンに積もってて自然と積もってましたねっていう感じで、あとルザラバドルも取れました。これも前に取りに行かせていただきました。ちょっとやっぱ記念にと思ってはそうだ、アップグレ特典紹介してないですね。はい、アップグレ特典はこのチャームとじゃん、このアクトトゥモローっていうチャーム、これ会場によって色違うんですかね、一緒なのかな。あとはこれステッカー2種類ありました。このステッカーとじゃんバムくん、これテヒョンダゴニャン出てたんですけどバムグに変えてもらいました。かわいい、嬉しい、ありがとうございます。でこれがよいしょじゃん、これはキャニン会です。これはもうボンギに変えるのはもう早々に諦めたっていうか、カイ君にたくさんファンさせてもらえたんで、もうこれはもう私が持っとくべきだなと思ってこのまま持ってきます。はい、っていうアップグレ特典と、あとはこのバッグナップザック、アクトトゥモローインジャパンじゃない東京はグレーっぽい感じのナップザックでした。こうなってキュッてなる感じ。はい。であとこのブランケットがめちゃくちゃふわふわで、これめっちゃいいです。これちょっとでかくて全部見せられないんですけど、アクトトゥモローって入ってるんですけど、これめちゃめちゃいい。しかも端にちゃんとボタンとかもついてるので落ちないようにこう着てられるっていう感じになってます。片付けながらって言いながら全然片付いてないんですけどはい、こんな感じですかね。あとこれは本人確認後につけたリストバンド、すいません、すっごいくっしゃくしゃですいませんずっと公演中もつけてたんでくっしゃくしゃです。で私一個すごい幸せなこと、もう待って素敵だなって思った出来事があって、私金手を取りに行ったんですけど、オクラの妹に渡した以外にちょっと余ったんですよ、金手が。でそれを隣の人にあげたんですよなんかそしたらすっごい喜んでくださって、でなんかいっぱいトレカもらっちゃったんですよ。しかもほとんど持ってないやつでめっちゃ可愛くて、もう本当にいいんですかって本当に思って、
でオクラと妹にもくれて、めちゃくちゃもうあってやっぱりめっちゃいいと思って、すごい本当にトゥバだけじゃなくてムアも大好きになりました。であともうそれ関連で東京ドーム2日目視聴者様にお会いできて、私今回ソンムルがちょっと前回いっぱい持ってきすぎてちょっと荷物大変でちょっと会えるかも分かんなかったのでこれしか持ってってなくて本当に申し訳ないことしたって思ったんですけど、もうすごいたくさんくださって、ちょっとすいません見せちゃいますこれもありがとうございます。お会いできて嬉しかったです。本当にもういっぱいお菓子とか公式グッズとかもいただいちゃって、本当にもう素敵な出会いがあった東京ドーム2日間でした。本当に幸せでした。本当にもうライブだけじゃなくてライブ以外のところもすっごく楽しくて、もう本当にもうつばちゃん大好きって感じすいません、なんかこんな雑な感じの締めになっちゃっていただいたソンムルも大事に使わせていただきたいなと思ってます。はい、じゃあ今回の動画はここまでにします。紹介し忘れてるもの多分ないと思うので大丈夫だと思います。はい、ここまで私の雑談、ほぼ雑談にお付き合いいただいてありがとうございます。はい、また早く、もうトゥバちゃんの予定が今何もないので早くモアコンバンドのやつ日本でもやってください。ソウルコン行けないんで日本でぜひやってください。本当にお願いします。はい、ちょっと早くトゥバちゃんの次の予定が欲しいですが、今回の東京ドームはこんな感じです。みんなボムギもですが、みんな全員元気で楽しく走り回って、もう全力で公演できてた姿にとても感動しました。はい、もう思い出たくさん、幸せいっぱいのコンサートでした。はい、ではここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。ではまた次の動画でバイバーイ。